毎日の礼拝は魂の物語です。それは本当ですか？それとも時計ですか？バージョン 4.0 は素晴らしいパフォーマンスのためです。逆転だけでなく、多くのシーンが展開されている。しかしこれらは全て明るい線の話です。ダークソウルを通過したように、火を知っているかもしれない。ネットの仕組みは単純ではない。下の風はあなたが見逃した全ての詳細をまとめます。最初ポイント。ノラは記憶喪失の連邦捜査官。水曜日の強盗団のお姉さん。強さだけでなく、体も異常に膨らんだ。出てくるとプレイヤーが目をそらさない。彼女のアイデンティティは多くの人々の好奇心を引き起こした。メインラインの中で、水曜日と協力してオーロラ中黒タワーに潜入するには身元を偽造する必要がある。ノラは自分のアイデンティティを決めなかった。彼女と対話するとこを答えられる。彼女はシステムに存在しない人です。決して認識されなかった。普段はマスクを着用しない。2つのメッセージがある。最初のもの。システムはグリッドではない。人口登録制度です。水曜日のグレーフォックスはトップハッカーです。彼女のファイルがある限り、間違いなく見逃せない。ファイルは見つからない。彼女の個人ファイルは非常に機密化登録されていない。このような状況は現実にも存在する。エージェントか殺し屋か。エージェントのファイルは極秘です。犯人には固定ファイルがない。彼女がエージェントか殺人者かを推測する理由は別です。それが彼女自身の実力だ。アンコールは復讐のために彼女を死にしました。はじめ、シーガーという小さな女の子が両親のためにオーロラ産業に復讐したかったので、かわいそうに私に教えてほしいと頼みました。そのために彼女は過去の全てを手放す意思があると述べた。でも安心してください。私のスキルは姉の頭の後ろから教えられています。窓を登るか何かリラックスしています。一切の腕前はノラが教えた。普通の人にはそんな力はない。2つあると思う。犯人の可能性は低い。殺し屋も任務遂行のためにファイルを偽造する必要がある。大衆の前に合理的に現れる方法。ノラはシステムには存在しない。ファイルが内部から隠されたり削除されたりした。これが第2のメッセージです。彼女は記憶を失った。彼女がエージェントだったらそんなに高くは動かない。2番目の文にも対応します。決して認識されない。この言葉はもともと偽装をよく表していた。しかし彼女は何の偽装もしなかった。それは別の意味です。誰も私を知らない。ノラが怪盗団に入った理由かもしれない。彼女は自分の活動を通じて身元の手がかりを見つけるために知り合いの注意を引く。しかしハンマーのニュースはそれではない。よし、他ではもう手を出さない。本名はアントリア。テロ対策の連邦捜査官。この情報はデータセットのダークウェブメッセージから来ています。ノラの記憶を失うと力が強くなる。アントーリアのタイテロ、失踪との組み合わせ。両者のつながりを考えるのは簡単です。水曜日のギャングの秘密基地も説明できます。オーディーンバーにて。アンコの顔ではない。ノラの顔。このような言葉。ボス中黒バグスの性格は興味深い。このワインは特別なものであることをお客様に思い出させたい。ガンゲニールはオーディンの武器、別名運命の槍で投げたら必ず命中する。オーディンの酒場でお金を払えば命が買える。せいぜい72時間です。いかなる組織や組織もあなたを捕まえられません。しかし期限が過ぎたら保護は消えます。バガスはバックグラウンドが大きいことを示す。または非常に強い。誰も挑発しないほど強い。ノラを受け入れる彼の意図は非常に疑わしい。ノラの正体を知っていたのか？これを捨てなさい。バグスという名前も面白い。バグス。グリッドはスーパーコンピューターが作り出した仮想世界です。偶然でしょうか？ノラの記憶喪失の原因は口述する。ここで最初に販売。第2のポイント。疫病は時空の異変に変わった。これはヘガルド本部 NPC の会話で最初に登場した。彼らの会話から、ヘイガードの秘密保持規則によると、時空の異変を元脳疫病に改名。このやり方は実に紛らわしい。異変の真相を隠すために。しかし、それはまだ風邪ではない。ゲームの UI では、より詳細な紹介を見つけました。人類が原エネルギーを使って時空を探索する過程で発見した時空災害。物理的手段では隔離できない。その後、世界的に大変動後に元脳疫病に改名。エヴァンスの話を聞いた原力の真実とは違います。しかし、世界を席巻するプロセスは同じです。それが第2の回帰が始まった理由です。このメッセージでは、最も重要なのは2つです。1つは単語を見つける。第2は孤立しない。私たちはいつも災害はハイガード自身の仕業だと思っていました。しかし今はそうではないようです。単語の説明。時空災害はすでに存在している。時空を探検した人類に発見された。孤立することはできません。2度目の時空回帰を開始することができる。原子炉が爆発したからです。大を起こした。時空災害の真相を隠すために、ヘガルドは元の疫病があったと言った。その後、抑制器を開発。時空の災害が人体に侵入するのを防ぐことができるが、隔離できない。アッシャには異種生物がいます。時空の大惨事を発見した実験は最初の時空回帰である。第3に原点が再び現れる。歴史は公式に認められている。古いファンは知ってる。風の統学的基礎は惑星間植民1000円棒に築かれた。
人類が最初にエネルギーと接触したのは西暦2531年。これは UI にも当てはまります。未知の天体に襲われた。その大原のエネルギーを持つ原点を発した。オーロラ中黒タワーにも登場している。先生、あなたの番です。そう、瓶の中が原点です。ネメシスで主人公との戦いの終盤、主人公は地上に戻る。床が爆発するのが原点。これは新しいバージョンで初めてではありません。風の深さを超えて公式の爆発の前に原点が現れた。これはステーション B の動的なサムデータベースの資料です。上記に記載、人類は奇妙な物体の起源に依存している。幻冬の革新部品をした腹の源コロマーラを連れて行く。マーラに力を入れて。原発は原子炉の心臓部です。オーロラビルも原点を研究しています。連邦政府が研究している。風が不思議です。そんなに多くの起源はどこから来たのか。遠くは言わない。9つの分野の新しい原子炉も必要です。原点が原子炉に対応するならば、多くの起源はどこから来たのか。爆発だけではありません。ゲーム中にも存在する。タワーの詳細は本当に素晴らしいです。これはロード中の画面です。これが完成した画面です。違いがわかりますか。左下のアイコンに注目。前者が書いたものは原点共振効果の検出。最後は幻の塔の共同指導が完了した。これは水星マーラの記録である。複数の幻冬の相互作用。アイダの衛星マーラの捕獲に成功。幻冬の細部に汗をかいていたのか。ああ、はい、私は今私の本当の顔を見せて、あなたはショックを受けませんか。しかし原点劇はそれだけではない。劇中ではノラは原点を焚き裂き、短い決心が出た。記憶を失う前に原点を見たということです。2つの過程がある。1つ目は原点を守ることです。原点の時空実験に参加。2番目は捜査官です。敵が原点実験をしているのを見た。連邦政府は新エネルギー技術の不正研究を禁止している。ノラは保護中に襲われたのか。調査中に発見された。それはアントリアの記憶喪失からノラに変わった。第4話、神々がゲームに登場する。エンボー号の歴史が認められた。船の中で起こったことは全て真実です。異変への対応。遺伝子改良計画が研究され成功した。少数の人々だけが適応し免疫を得る。後にシャゾーの称賛によりシオニストと呼ばれる。グリッドの世界では現在の政府首脳は連邦中央事務総長キラ。名前はキラ。ファンは知らない。フリーダム中黒ガンダムのドライバー。彼は遺伝子組み換え人間でもある。正式には彼の名を冠した。ややインユマトな意味。高尚な世界でキラは全世界の反対側に立つ点の選ばれた子。幻の塔でもそうなのかな。第5に賢者の目的が現れた。新バージョンでは新しい章だけでなく新人時代の演出も変更されました。賢者の言葉を見てみましょう。計画は始まった。鍵を手に入れることが不可欠だ。受験者、これはを変える力である。ドアの鍵を取得する。パワーマスター、それは時空を変える力です。扉の鍵とはスーパーコンピュータゲソトスのことです。ゲソトス名前はユゲソトスから鍵とも呼ばれる。賢者の目的の一つは、しかしその後ろの方が情報量が多い。権力者は時空を変えられる。どうやって知ったのか。参考になる例が必要です。誰かがやったことがある。しかしその権威は私たちではない。パロディでもない。彼は第3次の前の権威者です。その権威者の名前が現れました。未来のヒューマニズムの紹介。この理論を提唱したのは権力者ルシウスです。未来のロゴを見てみましょう。真ん中の三角形は幻の塔。円弧は軌道を表す。星が指す水星マーラ。 FH はフューチャーヒューマンの略です。未来人類のために。この主義は原エネルギーこそが人類の未来だと考える。ルシウスは大変動以前の権威者でもありました。なぜ賢者は権力者に。時空を変えられるということは間違いない。彼が原因かもしれません。本当に時空を変えたのなら。それは何時ですか。プレイヤーが追跡していた968を覚えてる。2度目の復帰は失敗。彼が作ったもの。これはエヴァンスの口にも当てはまります。誰かが2回目のバックトラッキングに介入した。今ではリードバックが分かっています。万能改造の超量子コンピュータゲソトス。ゲソトスを操作できるのは権限者だけ。時空回帰の成功は実際には権威者の手にかかっています。バックトラック中にパラメーターを改ざんできるのは彼だけです。しかしなぜ彼は失敗したのか。第6話バベルの塔の伝説が現実に。ずっと前に伝えた。人間は傲慢さから塔を建てることにした。この挑発は天の神を怒らせた。神は塔を建てる人間を言語で分化させ始めた。言語間の非互換性。人類の分業は停止した。塔は完成しなかった。これがバベルの塔の伝説です。幻想塔のインスピレーションでもあります。ゲームに戻る。これはネットの現状にも当てはまるのでしょうか。
原エネルギーの利用。反対者が賛成。対照的に9つのドメインはドメインエネルギーの使用を統一します。9つの地域が急速に成長する理由。恐ろしい攻撃がなければ。9位はアイダに劣らない。アイダの反対側。未来のヒューマニズムと有色人種アイダズムの出現。両者の争いはずっと内紛している。連邦の原エネルギー禁止法は原エネルギーの発展をさらに抑制した。これは2つの利害関係者の戦いのようです。しかし、人間の力を見たくない人がいたら？エネルギーは風力ではなく太陽エネルギーの代替です。それは超能力です。文明の壁を越えられる力。以前見た陰謀論を思い出しました。宇宙の中で、より高い文明はより低い文明にスパイを配置する。仮想文明が異文明間の技術を習得しようとするとき、彼らは混乱します。仮想文明は仮想文明である。ルシウスはそのようなスパイだったのか？表向きは言能指示の旗を掲げる。実際には人間間の矛盾を悪化させる。そして最後の瞬間に一撃を加える。しかし、これらは全てバビータ伝説に基づいています。ゲームの裏の展開を見てください。第7話水星マーラがついにゲームに登場。グリッドの世界では、夜には夜空に星が見えます。この星はマーラ彗星です。グリッドの世界では、マーラはエーダの衛星として捉えられた。肉眼で見ることができます。それ以前にアッシャーとベラで見たものは何でしょう？答えは何でもない。9つの大きな変化の中で、ブレイズは言った。マリアは高次元にいます。肉眼では見えません。そこで問題は、なぜ水星マーラは大変動後に高次元に行ったのか？ここには思考の欠陥があります。マーラ彗星の次元上昇ではなく、大災害かもしれません。9つの領域を含むエーダ星全体が次元を落とした。次元は説明するのが難しい概念です。アリの目には世界が見えます。しかし私たちが見ている世界は平らです。私たちの認知の次元は必ずしも高次元で見た時の認知とは限りません。しかし、これは一つのことを説明する。休戦の時。発射後の大砲。水星マーラ出現。以前は縮小されたと思っていた。実は私たちが昇進したのです。その瞬間に、9人は元の状態に戻った。人類は元の時空に戻りたいのです。地球とのつながりを取り戻すために。エネルギーは不可欠な補助力です。第 4.0 話では好評を博した。風のようです。シナリオは以前よりも分かりやすくなりました。会話がまっすぐになった。角を曲がってもわざわざ謎々をしないようになった。その利点は、新しい人も物語を理解し、議論に参加できます。悪いことに深い手がかりが本線から完全に切り離されていることです。例えば、今回の内容。本線にはほとんど登場しない。しかし、それは全てラインに関連する。前の風の解釈が現当の謎解き者の解釈ならば、現在の解釈とメインラインの間には補完的な関係があります。だから私の方が分かりにくいのです。理解できない人は焦らない。現当の世界観は巨大です。以前は演技で批判されていた。風はすでに幻の塔の全シナリオを整理しています。最初から最後まで幻想塔の話をします。注意を払ってフォローアップする。さて、今期はここまで。風に乗って別の幻想を体験してください。